さんこんにちは、角鹿のりこうです。今日は春らしいお花でいけるちょっとしたおしゃれな飾り方、皆さんにご紹介できればと思います。それでは早速本日の飾りがこちら。はい、ということで今日はこちらの3種類ですね。春らしい陽気な色を取り合わせてきたんですけど、まず1種類目がこちらのスイートピー。こちらもチューリップや桜同様春を代表するお花でして、色も本当にいろんな色があるんですけど、今日はこんな感じで、こうね、見てるだけでポカポカしてくるような、日だまりのような暖かい色が印象的な色を選んできました。黄色とピンクとオレンジのグラデーション、とっても綺麗ですよね。本当にお花ってつくづく美しいなぁなんて感じます。お花の形もこんな感じでフリルのようにふわふわっとしていまして、また甘くてとっても優しい香りがするんですよね。ちょっとこの姿から想像できないんですけど、実はマメ科の植物にあたりまして、花が終わるとね、ちゃんと豆ができるらしいんですけど、そんな香りがいいというところと、マメ科の植物というところで、名前の由来が英語で香りがいいという意味のスイートと、マメ科の植物を表すピー、それが合わさってスイートピーと名付けられたんですって。和名では香りエンドウなんて言われていますね。ちょっと画面越しだと伝わらないんですけど、このとってもいい香りがどちらも名前の由来になっていると。で、このスイートピー一つ注意点がありまして、普通にお花飾る分には全然問題ないんですけど、例えばお庭で園芸で育てたりとか、そういった方はこのスイートピー花が散った後にできる豆というのが毒を持ってるそうなんですね。で、たくさん食べなければそこまで害はないみたいなんですけど、ペットとか小さいお子さんがいるご家庭はちょっと注意した方がいいかもしれないです。綺麗な花にはなんちゃらって言いますからね。色も本当にいろんな種類があって、スイートピー一種で飾ってもとっても綺麗なので、ぜひ皆さんもこの春生けて飾ってみてください。続いてこちらが、これもこのチャンネルではもうおなじみのアルストロメリア。これもスイートピー同様、春の日だまりのような暖かい印象のものを選んできました。こちらもこのオレンジと黄色のグラデーションがとっても綺麗ですね。また、アルストロメリアの一つの特徴として、花びらにこういった斑というのがつきまして、それがまたこのお花に味を出してるなぁと。このお花、このチャンネルでは結構登場しているので、これまでにもいろんな色扱っていまして、今回はすごく優しい色合いなんですけど、以前生けた中には毒々しいと言いますか、ビビッとっていう感じの、そんなアルストロメリアも一回いけましたね。多分その色を今回この色のアルストロメリアと取り合わせたら、単体の作品としては色合いとしては合うと思うんですけど、出来上がった時に暖かい春らしさっていうのがあまり感じない作品になってくるかもしれないので、そんなところからも色の取り合わせというのはやはり大切だななんて思います。ぜひね、このチャンネルを通して何かお花の取り合わせだけでなく、色や器なんかも参考にしていただけておりましたら嬉しいです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、この機会にぜひポチッとよろしくお願いいたします。最後にこちら3種類目がポリシャス。こんな感じで太い茎からいくつも枝分かれしていまして、ちょっとしたお花ですとこういった付け枝を何本か使うことでグリーンが入るので作品全体が柔らかくなると言いますか、今日もそんな用途でこちら使っていければなと。今回のポリシャスは葉っぱの形状少し丸っこいんですけど、先端部分が細くギザギザしてるものだったり、いろんな種類あるそうなんですね。私はポリシャスというとこういったのが真っ先に浮かぶんですけどね。で、この葉っぱの形がどうやらモミジに似ていることから和名では台湾モミジなんてついてるんですけど、この葉っぱ見た感じですとちょっとモミジ感はないなと。ですのでもしかしたら別の種類のポリシャスの葉っぱを見て、モミジっぽいなっていうところで和名がついたのかもしれないです。で、一般的には観葉植物、インテリアグリーンとして人気だそうでして、結構強い植物なので水につけてると下から根っこが生えてくると。ですので今日のように生け花で飾って楽しんだ後は、しばらく様子見ていると根っこが生えてくるかもしれないので、根っこが出てきたタイミングで鉢に刺してあげると、もしかしたらそのまんま観葉植物としてまた楽しめるかもしれないです。私も一回やってみたいなとは思ってるんですけど、このポリシャス使うとき、やっぱりこの付け枝で落としてしまうので、なかなかこの細い部分から根っこは生えてこないんですよね。ただ今日買ってきたこちらすごく立派なので、ちょっとしたお花としてこの辺り使わせてもらって、多分このメインの部分残ると思うので、それはそれで水につけてちょっと様子見ておこうかなと、そんな風に思っています。ということで今日のお花がこちらの3種類と、器がこちらの100均で買ってきたワイングラス。どこのご家庭にもあるんじゃないかなと。これを使って初心者の方でもすぐにできるようなおしゃれなテクニックご紹介しつつ、暖かい春を感じるようなちょっとしたお花生けていければと思いますので、今日の動画も楽しんでいただけたら嬉しいです。よし、それでは実際に生けていくんですけど、今このまんまですと、例えばお花をこの表情で固定したくても手を離すと倒れてきてしまう。じゃあこれをどうやったら固定できるかなっていうところで、これまでもいろんなテクニックご紹介してきまして、今日もすでにご紹介したテクニックの一つなんですけど、こちらの針金を使っていこうかなと。この針金をくしゃくしゃっと丸めて器の中に沈めることで、針金同士の隙間に花を刺すと、
それがこう花留めになって固定されると。またこういったガラスの器ですと、その沈めた針金というのが、なんて言うんでしょう、ちょっと一つの味と言いますか、器の中でもちょっとおしゃれに映ると。ただ今日ご紹介するもうワンランクおしゃれにするテクニック、それがですね、針金だけじゃなくてこちらのビー玉も一緒に沈めていく。でこれ沈める時も一つポイントがあるので、ちょっと見ていてくださいね。まずは先ほどの針金を適当な長さで切ってしまいます。あんまりぐじゃぐじゃに沈めすぎてもちょっと汚らしいだけなので、どのぐらいかな。今日の器のサイズだとこんなもんかな。ここで1回切ってしまう。で今切った針金をくしゃくしゃっと丸めていきます。でこの時いろんな角度方向になるようにくしゃくしゃっとするといいですね。そうするとその隙間が花を留める花留めになるので、だいたい器のサイズ感的にこんな感じですかね。そしたらこれを器の中に沈めていくんですけど、沈める時に先ほどのビー玉も一緒に沈めていきます。でポイントはですね、まず1つ目のビー玉を先に入れてしまいます。でビー玉が入ったら先ほど丸めたこちらの針金を沈めていく。でこの丸めた針金の隙間にもう一つのビー玉を挟み込んでいく。こんな感じで最初に入れたビー玉から浮くようにしてあげると、で最後にもう一つのビー玉を上にポンと乗っけていくと、こんな感じ。この状態で水を入れるとこのビー玉が中で浮いているように見えるので、上の部分にお花いけた後に全体を見ると器の中下の部分まで綺麗に映る、そんなテクニックになります。これで簡単におしゃれなお花飾れるので、ぜひ皆さんも試してみてください。そしたらまずは今日はこちらアルストロメリアから生けていきましょうか。スイートピーからでもいいんですけど、まず中心部分ふわっと生けていこうかなと。でアルストロメリアの特徴として下の部分茎が1本なんですけど、先端でこのように枝分かれして花がたくさんついていまして、これついたまんま1本バサッといけるとちょっと取り留めがなくなってしまうので、まずはこの枝分かれしている部分で落としていきます。今日は器小さいので4輪ついてるんですけど、3輪ぐらいで足りそうだな。奥行き後ろの方に入れれば4輪使うかな。とりあえず1本ずつ落としていく。でもしかしたら長いまんま1本こうスッと使うかもしれないので、1本だけはこんな感じで下の茎の部分がついたまんま取っておこうかな。そしたら今落とした短いのからいけていきます。1輪は口元に。やっぱ針金があると花がピタッと止まってくれるので楽ですね。もう1輪は少し長めで取ったので器からスッと伸びるように、こんな感じかな。そしたらこのままだとちょっとまだ中心部分寂しいので、ここで先ほどのポリシャスですね、グリーンを混ぜ込んでいく。でこれも先ほどご紹介したように細く枝分かれして何本かついているので、この部分を今日は3本ぐらい落として使っていこうかなと。太い部分今日は残りそうだな。これ後で別の動画で使うかもしれないですし、もし残りそうだったら根っこ生やしてプランターに植え替えて観葉植物として楽しんでいこうかな。そしたら今3本落としたので、こちらのポリシャスを生けていく。これは今3輪入ってるアルストロメリアの隙間にちょっと混ぜ込むような感じで、ちょっとこんな感じでグリーンが入ると印象変わってきますよね。今中心部分に固まってしまってるので、この子はスッとこちら側に伸びるような感じで、こんな感じかな。もしこの辺空間作りたかったら途中に生えてる葉っぱを落とすっていうのも手ですね。これも一つのテクニックなのでちょっと見ててくださいね。こんな感じで途中の葉っぱを落としてすいてあげることで、ここ風が通りましたよね。そうやって少し軽くするっていう手もあります。これどこの葉っぱを落とすかっていうのはやはり経験といいますか、私でも未だに悩むところではあるんですけど、そしたら最後にこちらのスイートピーを2本いけて完成で、これは軽やかにふわっと飛ばしていければなと思うんですけど、ちょっと2本で長短をつけたいので1本目は少し短くいけていく。でこのまんまですと下についてるこの一輪の花だけ水につけた時に下の花にこう干渉してモサモサしてきてしまうので、こうなりますよね。よいしょ。なのでちょっともったいなくてかわいそうですけど、この子は落としてしまう。ごめんよ。そしたらこのスイートピー入れる時に下の部分に干渉せず茎が水の中にスッと入ってくれるんでね。1本目はこんな感じかな。そしたらもう1本はもう少し伸びやかにいけていく。縦にスラッといけてもいいですし、この先端の曲がり表情を生かしてちょっと斜めにいけるとまた表情が違ってくるので、
まあどちらでもいいんですけど、今日は斜めに行きましょうか。こんな感じでいかがかな。もうこれで完成でもいいんですけど、せっかくなのでもう一輪この子を生けていきますね。最後この子だけ茎が長いので、奥行きスラッと伸びるようにこの辺に生けていこうかな。この辺でいいか。こうするとアルストロメリアにも高さに変化が出て綺麗にまとまったんじゃないかなと思います。ということでこれでちょっとしたテクニックを用いた春の陽気な色彩をイメージしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。春はいろんな綺麗なお花たくさん出てきますので、このチャンネルを参考にぜひお花生けて飾ってみてください。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。